皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年11月20日水曜日です。昨日がんの経過観察半年目ですねの検査を受けてきました。3ヶ月ごとなので今回で2回目の検査になります。前回と同じように血液を取って検査をして、それだけではなくて、残っている頸部の細胞診もしてきました。細胞診の結果は12月3日に分かるようなので、それを伺った後また、報告したいと思います。とりあえず、血液検査の結果、こちらに出しますけれども、主要マーカー3種類の、検査の結果はすべて基準値内に入っていましたので、再発の危険性は今のところないかなというふうに先生も言ってくださいましたので安心しています。あとは実際ですね、細胞診の結果を踏まえた後、完全に安心ができる状態になると思います。約半年かけてどのぐらい頭髪が伸びたのかもお見せしたいと思います。結構伸びました。いかがでしょうか。先日ですね、夫に、メジャーを使って測ってもらったんですね。っていうのも、ご覧いただいているように癖がものすごく強くて、なかなかまっすぐな毛がないので測るのが自分では難しいんですね。なんで夫に、定規で測っていただいたんですけど、そしたら約6センチということは1ヶ月に1センチずつぐらい伸びていっているのかなというふうに思います。ただ、もう本当に癖が強くて、もうここもここもどこももうぐるんぐるんなんですね。で、抗がん剤を終えて、脱毛した後生え変わってきた毛っていうのは皆さん癖毛になる方が多いっていうことは聞いていたんですけれども、本当になかなかこの癖が取れないんですね。でもうちょっと長くなってくると、宿毛矯正というのを、される方もいたので、できるんだと思うんですけれども、まだまだちょっとこの短さでは、宿毛矯正はできないかなと思いますので、しばらくの間このくるくるの癖毛と戦うしかないのかなというふうに思っています。ただやはりこのくるんくるんがですね、私的にはものすごく気になっていて、でなんとかならないかなと思っていろいろ検索すると、もう私が検索するから出てくるのか余計出てくると思うんですけど、もうサラサラになりました。シャンプーを使ったらまっすぐになりました。このクリームを使ったらまっすぐになりました。このブラシを解いたらまっすぐになりました。もうそういうコマーシャルがものすごく目につくようになって、そんなバカなこんなくせ毛でもうシャンプーするだけで、まっすぐになるんだったら宿毛矯正いらないじゃないかなと思うような本当に綺麗な髪になった、使用前使用後の、動画や写真を見るとどうしても手を出したくなってしまいまして、どれが一番いいのかなっていうのがわからないんですけれども、まず一つ、ちょっと購入して注文しているところです。なので、それが来たら、実際、使用前使用後の状態をお見せしたいなというふうに思います。本当にそれがなるかどうかわからないですよ。で、案件でも何にもないので、自分で購入したものなので、もうストレートに、意見を、言いたいと思います。なので、もしよろしかったらまたご覧いただけたらなというふうに思います。これですね。それで、がんの方は一旦終わります。で、明日、私は膝の手術を受ける予定になっています。というのも、午前中にですね PCR 検査を受けて陰性であれば、入院して手術をするということになっているんですね。今のところ体調も変化がないので、無事に PCR 検査も通過できると思いますので、明日の午後から膝の手術をする形になります。で、この手術に関しては以前もちょっと言ったんですけれども、内視鏡手術になります。で、内視鏡を左の膝に入れて、それで先生が、
どう判断するかによってその先が変わります。一つ目としては、先生が私のもう膝がもう無理だな、損傷が激しくて、もうこのままでは、温存ができないから、人工関節にするしかないなと判断した場合は、内視鏡の手術をした際ですね、中の掃除だけをしてクリーニングだけして、内視鏡を外して手術をその場で終わりになります。で、3日ぐらいの入院で、退院することができるそうです。その後は、自分の好きな時期にですね、必要に狭まれて人工関節にいつするかっていうのは、自分で選ぶことができる。その時に、人工関節にすればいいですよっていう話、これが一件ですね。でもう一方の選択としては、先生が私の膝を見て内視鏡で見た時に、これだったらちょっと温存できるかなというふうに思っていただいた場合は、すり減ってしまっている軟骨をまず補強しなければいけないので、膝のお皿の部分で、切り取っても、問題ない部分っていうのがあるらしくて、それを切り取ってそして、埋め込む手術に切り替わります。で、それをした場合は、約10日間ほどの入院になります。で、10日入院した後もですね、その軟骨が、安定するまでの時間っていうのかな、それで 2,3 ヶ月は必要になってくるということなので、その間は左足に体重をかけてはいけない状態になりますので、松葉杖での生活になります。その後ですね、松葉杖で生活して 2,3 ヶ月経って、軟骨が安定してきたなと先生が踏んだら、今度は、太ももの骨ですね、大腿骨を、骨切りという手術をします。今左の方が X 脚になっているので、それを、完全に治さないと、負担がかかってしまいますから、それを、骨切りをして、そして、まっすぐに治すっていう形ですね。でそれをします。なので、それが約手術で1ヶ月手術と入院でかかります。でその後は、今度はですね、リハビリをしていくわけですけれども、また、松葉杖で負担をかけないような、生活があって、リハビリも兼ねてやって、そして今度はボルトを抜くという手術もあります。という形で約1年ぐらいかけて、足を、正常な形に持っていくという方法になるパターンもあります。これは実際に先生が明日内視鏡を見て人工関節にするのがいいのか、膝を温存するのができるのかということを先生がどちらにするかをその場で判断してくださって、そして処置してくださるということになります。なので今私が考えてもどうにもなることでもないので、ただ自分としては温存したいなという気持ちもあります。なぜかというと、人工関節にした場合ですね、運動ができなくなる、普通の、歩くだけですね。なんで運動ができなくなる。ただ温存できた場合は、また昔のように走ることもできるようになるというふうに言われているので、運動もできるということなので、できれば、温存したいなという気持ちはありますが、こればっかりは私がどんなに望んでも、今の左の膝の、状態によってできないと思いますので、仕方ないですよね。できることを望みながら、明日の手術に挑みたいと思っています。この膝に関してはずっとここのところ、杖をつきながら行動しておりますので、お友達もみんな心配してくださっていて、先日も、今回の手術の前に励ます会やるから出てきてねって言って、もう本当にお友達励ましていただいたり、要所要所で膝大丈夫、もうすぐ手術だよね、無理しないでねっていうことを、LINE とかメッセージをたくさんいただいて感謝しています。そういった皆様方の、温かい応援の気持ちが、私が頑張ろうと思える、力になっています。本当にありがたいと思います。また明日ですね、手術ができた後どっちの方に行ったのかというのも、病院の方からお知らせすることができたら、動画で配信したいと思います。
本当はですね今九州動画が、もう、配信している最中なんですけれども、ちょっと、今回と次回の動画に関しては、私がこうやって一方的にお話しする動画が続くと思いますけれども、またこれが終わって退院した後は、九州動画の続きも、出したいと思っておりますので、よろしかったらご覧ください。今回はこんなところかな。こんな感じです。とりあえず明日頑張っていきたいと思っています。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。